こんにちは、レイトです。今回ですね、ラジコンの動画になります。この C54 のテールレンズなんですけど、ちょっとこれ今制作中の車体なんですけれども、今度、撮影大会があるというお達しがあったんで、その準備というか、そこで走らせるためにちょっと作ってたんですけど、このテールレンズ、これまだ何もついてない状態ですね。で、ここにこういうクリアパーツでテールレンズをつけると思うんですけど、これをですね、ちょっとどういう風にしようかなと思ってたんですけれども、このヘッドライト周りなんですけれども、今回こっちのパーツを使って組んでるんですけれども、このウインカーのところですね。これを、オレンジ色に塗るんじゃなくて、ちょっと全体の車体の雰囲気に合わせて、黒とゴールドの感じにしたかったんで、ここはオレンジを使わずに、スモークですね。スモークという色なんですけど、クリアブラックみたいな、ちょっと半透明の黒なんですけど、の、色にしたと。で、これに合わせて、この横も同じように塗る予定なんですけれども、ちょっとリアどうしようかなっていうのがあって、リアはですね、同じように、これを全部スモークにしちゃうと、ちょっと寂しすぎるかなと思ったんで、かといって、赤とか、オレンジとか、こう塗り分ける形。今、こっちですね。こっちみたいな感じ。この感じにしてもいいかなとは思ったんですけど、ちょっとフロントとか、こうですね、このフロントとか、ここがスモークになるんで、それはそれでちょっとどうなのかなっていうのがあったんで、ちょっと試しにって感じなんですけど、一旦赤とオレンジ、クリアレッドとクリアオレンジで塗って、で、さらにそこをスモークでこうコートするというか、上から塗るような形で、ちょっと赤とオレンジが見えてるんだけど、遠目で見たらほぼほぼスモークの色になってるっていうような感じにしようかなと思って、ちょっとその塗装のですね、事例紹介っていう感じで、せっかくなんで動画にさせていただこうかなと思いました。じゃあ早速なんですけど、ちょっと塗っていこうかなと思うんですが、これ、どうしようかな。こっちを塗った時は、普通にクリアレッドとクリアオレンジ吹いて、で、周りですね、フラットブラックで、囲うように塗ったっていう感じなんですけど、今回は、本当に若干の一工夫って感じなんですけど、裏からクリアレッドとクリアオレンジを塗って、で、表からスモークですね、を塗ってみようかなと思います。じゃあちょっと塗っていきますね。今回は、クリアレッドをまずこんな感じで裏側から吹き付けてるんですけれども、エアブラシで少しずつですね、特に最初のうちは少しずつ乗せていった方が、結構クリア系の塗料ってノリが悪いというか、ムラになりやすいというか、なんか塗料の表面が偏りやすいなっていうのがあるので、すごく薄めに吹いて、そうするとすぐに乾くので、交互に塗っているうちに、片方を薄く吹いて、もう片方を塗っているうちに最初に吹いた方が乾くみたいな繰り返しで交互に何度も塗り重ねるっていう感じで、結構その色がしっかりつくまでに何度も塗り重ねないとクリア系の塗料ってなかなか色が乗らないっていうのがあるので、そんな感じで何度も左右交互に塗っているっていう感じにやってます。はい、続いてこれが、マスキングで隠していたところ、黄色く塗りたいところですね。そこを黄色に塗りたいところと、あとクリアを残したいところをマスキングしておいたので、そこを剥がしてっていう感じですね。はい、これで今度は黄色く塗りたいところ、クリアイエローで塗りたいところですね。だけを残してマスキングをしてある状態。で、今ちょっと攪拌して塗料を混ぜて、希釈した状態の塗料をちょっと混ぜて、で、今吹き付けてると。クリアレッドと一緒ですね。交互に薄く何度も塗り重ねてっていうような感じで塗ってます。はい、これでイエローが吹き終わって、もちろん乾かした後ですけど、乾かしてから
マスキングテープを取って、バッチリみたいな感じですね。はい、続いて、スモークグレーっていう名前だったかな。クレオスさんのラッカー系の塗料なんですけど、スモークグレーですね。スモークグレーを最後に吹き付けています。今回は、裏側からクリアレッドとクリアイエロー、タミヤさんのアクリル塗料なんですけど、それを吹いて、で、表側からスモークグレーを吹いているので、下にアクリル塗料を塗って、その上にラッカーっていうわけではないので、それぞれ反対側から塗ってますので、そんなに問題ない。そんなにというか、全く問題ないですね。で、これ、仮にアクリルの、レッド、イエローを吹いた、その上から、さらに、ラッカーのスモークグレーを重ねるっていう場合でも、エアブラシを使ってる場合は問題ないですね。本当は良くないとされてますけど、アクリル塗料を、ラッカーの方が強いんで、ラッカー塗料が溶かしちゃうっていうので、良くないっていうふうにはされてますけれども、これぐらいのパーツを塗るときだったら、エアブラシで塗る場合って、塗装の膜がですね、すごい薄いので、薄く塗り重ねて、乾かして、また重ねてっていうような塗り方であれば、問題ないかなと思います。はい、これもまた何度も塗り重ねてっていう感じでやってますね。はい、これで乾かして、一応トップコートですね。半ツヤかな？半ツヤを拭きましたっていう状態です。これで完成っていう感じですね。で、本当は、これもやってあるんですけど、一応、この、テールレンズをこうつける前に、下を一応シルバーに塗ってあるんですよ。発色が良くなるようにっていうので塗ってあるんですけど、今回スモークで発色も何もない状態かなと思いますので、これ、で、あと、下もそんなにシルバーではないですけど、これ、ゴールドって言ってもかなり薄いゴールドなんで、特にこうシルバーに塗るっていうこともしなくてもいいかなと思いましたので、もうこのまま取り付けちゃいます。こっちですね。はい、こんな感じです。で、ついでにサイドマーカーも塗ってきたんで、これもつけちゃいます。はい、サイドマーカー、こんな感じですね。これもちょっと同じような感じで、表からはスモークグレー。で、裏からはちょっと、クリアイエローですね。クリアイエローを塗ったっていう感じになってます。であと、これちょっと作業してて気づいたんですけど、よく、これもうほんとあるあるって感じなんですけど、バンパー忘れてましたね。バンパーこれ、ちょっと他汚してあるんですけど、それなりに。バンパー、綺麗なまんま、フラットブラックだけ吹いてあるんですけど、その後綺麗なまま残っちゃってたんで、これもちょっと軽く汚して、後で取り付けて完成にしたいなと思います。はい。じゃあ、ちょっとバンパー中途半端ですけど、一応、テールレンズですね。ある程度思った通りになったかなと。ちょっとこの黒い感じで。車体に結構、自分なりには馴染んでいい感じになったかなと思います。はい。じゃあ、そう。あと、普通に塗ったやつとの比較はこんな感じですね。はい。じゃあ、バンパーは後でくっつけて完成させたいと思います。では今回ですね、テールレンズ、クリアパーツですね。クリアパーツの塗装例っていう感じでご紹介させていただきました。はい。では今回の動画ですね、以上になります。ご視聴いただいてありがとうございました。